私は別に露出狂じゃないのよ。こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。2026年はルパン三世のアニメ化から55周年。今回はあの名作ルパン三世カリオストロの城にまつわる当時物のグッズを紹介していきます。前回に引き続き私の手元に残っている昭和のグッズ紹介、その後編です。よろしければ前編も合わせてご覧ください。私はせいぜい昭和のほどほどオタク、ガチマニアやコレクターではありません。個人的な思い出を語る形になりますので、気楽に見ていただければ幸いです。では行ってみましょう。1977年から80年まで放送されたルパン三世セカンドシリーズ、いわゆる赤ジャケットと呼ばれる時代です。この期間、ルパンは2度映画化されています。1978年の1作目がルパン対クローン、そして翌年公開されたのがカリオストロの城です。ただこのカリオストロの城、作品の評価は高かったものの、公開当時は興行的に成功とは言えない結果でした。1979年といえば映画銀河鉄道999が歴史的大ヒット、空前のアニメブームでしたが、宇宙や SF ものが主流の中でヨーロッパの古城というオーソドックスな設定は当時は少し地味に映ったのかもしれません。また子供だった私はポスターを見て少し違和感を覚えました。ルパンの顔が若いこと、そして緑のジャケット、ほんの些細なことなんですが、赤ジャケットを見慣れていた子供にはどこか引っかかるものがあったんです。今思えばそれこそが宮崎ルパンだったわけですが、あの頃はまだ監督の名前も含めて一般的に知られているものではありませんでした。人気に火がついたのはテレビ放映からです。セカンドシリーズも終了した1980年の暮れ、水曜ロードショーで初放映された時の衝撃は本当に大きなものでした。関連グッズや書籍が一気に展開されたのもその翌年からだったと記憶しています。ホームビデオが普及しておらず、ビデオ化もされていない時代、次にいつ見られるのかわからない、とにかく情報に触れたい、そんな中で出会ったのがこのムック本でした。この本の広告を見たとき、それまでの関連本とは明らかに違う匂いがしたんです。近所の本屋を探し回りましたが、田舎町ではなかなか見つからない。そんな中、古い商店街の本屋でようやく一冊見つけたんです。あの時の喜びは今でも忘れられません。アニメックラポートデラックス5、ルパン三世カリオストロの城大辞典、1982年8月1日発行。当時はまだオタクという言葉は広まってませんでしたが、今で言うとかなりオタク的というか同人誌に近いノリの本でした。東秀夫さんなどカリシロ好きの漫画家さんの寄稿が多く、ファンブック的な要素が強いんです。設定資料の情報量もしっかりすごいんですけど、その上で登場する人名や用語にもこだわって、普通なら見過ごす部分まで徹底的に拾っています。例えば酒場レストランのウェイトレスさん、冒頭で本を抱えて歩く少女、藤子とともにテレビ中継するカメラマンまで解説されています。用語にしても五右衛門の編み笠からクラリスの返事はい、ライター一つとってもルパンのガス切れの100円ライターから銭形警部が明かり代わりに使ったライターまでしっかり網羅している。ルパンの呼び方、おじさまとおじさんの違いまで注目しているんです。現代のオタク気質にかなり近い内容になっていますね。さらに宮崎駿監督、大塚康夫作画監督への濃いインタビューが10ページ、そしてクラリス役島本須美さんの特集ページまであります。まだ仕事は舞台中心ということで、後にナウシカとか音無清子役とか島本須美ブランドみたいなものを確立していく、その少し前ですね。そしてこの本にはもう一つすごいものがついています。そのシートです。タイトルはクラリスからの手紙、島本須美さんの一人語りです。そのシートは昔雑誌の付録によくあったこういうペラペラのレコードです。特にこれ袋に入っていたわけじゃなく、ページにベタッと糊で貼られてたんですよ。昭和っぽいでしょ。ちょっと聞いてみましょう。最近のプレイヤーはそのシートをかける想定がないのか、ターンテーブルでの波打ちがやばいです。カリオストロの今朝は雨上がりの素敵な日です。
あなたのいるところは空のご機嫌いかがかしら。私はいつものようにカールと一緒に湖を見下ろす丘に来ています。館も昔の通りに修復され、おぼつかなげですけれど太閤女としての使命を果たしています。伯爵が倒れてからカリオストロも変わりました。私はカリオストロの血を継ぐ者として一生懸命に義務を果たそうと努力しました。何より嬉しいことに国の人々も私を支え盛り立ててくれます。でも私は知っています。カリオストロの国がこれまでに比べてずっと貧しくなってしまったことを。でも私はあなたを知ったことを誇りに思います。そして愛したことも。いいえ、いつでもいい。また会いに来てください。それだけ、ただそれだけをお願いします。おじさま、あなたに永遠の愛を込めて。クラリスとカリオストロ。とこんな感じの内容でした。そしてもう一つ、音で楽しむカリオストロとして面白いのがこちらの LP レコードです。山田康夫さんによる語りと BGM で構成されています。ルパン自身がインタビューに答えたり、クラリスとの再会について語ったりするんです。本人は立て続けに呼ぶなよ。いやなんかな、ずーっとご無沙汰って感じだけどもな。でもよ、安心しなってバッチリ元気。俺様ルパン三世は健在よ。ルパンさんの人生にとって印象に残ってる女性は誰ですか？いや、新しい仕事するたんびに毎回ってくらい気になる女性に出会うからね。そうだな、コーネリアなんてのいたな。彼女は俺を愛してたからな。かわいそうに死んじまったけどもな。キャサリンに当てこずったよ。なんたって妖艶でさ、土地狂っちまったぜ。リンダって魔女もいたっけな。ジャジャンマ娘のリエも可憐だったし、小山田真紀なんての純粋な子だったな。それからヘレン、パティ、ジェーン、オハル、グレース、マリア、ジュリー、シャーリー。ちょっと待ってください。カリオストロ公国のクラリス王女はどう思ってますか？俺はクロークの近くを横切ろうとした。すると俺を呼び止める声がした。俺は振り返ってみた。そしたらどうだ。いや驚いたね。ソファーには清楚で美しい女の人がいた。クラリスだった。きっとおじさまにまた会えると思っていましたわ。そばには昔太閤家に仕えていた元園庭の老人が懐かしそうに微笑んでいる。クラリスの周りにはプロレスラーみてえなボディーガードが取り囲んである。まさかこんなところで。すぐには言葉なんか出てこなかった。彼女は王女としての誇りと気品を身につけていた。囚人監視の中で親しげにするってわけにはいかない。彼女に迷惑がかかる。俺はクラリスに手短に別れの言葉を言った。クラリス側とルパン側両方聞くとカリオストロの城のスピンオフ作品みたいですね。ではいよいよグッズ紹介のラスト。ひょっとすると今回一番のお宝かもしれません。こちらはルパン三世カリオストロの城劇場公開前に配布されていたと思われるチラシです。サイズは B5 コート紙、フルカラーではなく両面に色刷りの素朴な仕様になっています。おそらく正式なカラーチラシが出来上がる前に配られたいわゆるリンビラと呼ばれるものじゃないかと思います。裏面にはかなり細かくびっしりとあらすじが書かれているんですが、その文章も今一つ洗練されていなくて面白いんです。私はこの作品を映画館では見ていないので当時手にしたものではないんですが、15年ほど前仕事の関係でたまたま入手しました。なんだか1979年当時の空気がそのまま閉じ込められているような感じがします。さらにスピーディーに、さらにスリリングに、さらにすっとぼけて、この見出しいいですよね。なんとも昭和らしいレトロなフレーズで勢いがあります。完成された宣伝物じゃないからこそ当時のリアルが見える気がします。
そして最初にお見せした映像ですが、これはまだアニメで有名になる前の島本須美さんの姿です。前衛的な画学生という少し尖った役どころでタバコをふかしている姿はこちらのイメージとはかなり違っていて新鮮です。ええ、決してお上手だとは言ってないわ。でも素晴らしかったのよ。からかわんで使わせ。からかうだなんて真剣なのよ。私は書いてはいただけないかしら。あなたの素直なその目で今のこの私を。ただふとした表情やテンションが上がって笑う瞬間にどこか品のある佇まいが見えるんですよね。ありがとう。そうだわ。ここにクラリスの原点があるのかもしれない、そんな風に感じてしまいます。何の記念ですか？そうね、私たちの友情が一段と深まった。あなたのハイヒール革命の記念ではどう？ね。さて、前後編にわたってお送りしたルパン三世湯治物紹介、いかがだったでしょうか。もし前編をまだ見ていないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ合わせてご覧いただけると嬉しいです。最後に私なりの勝手な独り言を少しだけ。ルパン三世という作品についてずっと感じていることです。ルパン三世は主演の山田康夫さんが亡くなってからも長く続いてきました。でもよく思うんです。本家アルセーヌ・ルパンの孫にしては彼は少し長い時代を生き過ぎてるんじゃないかと。計算してみると2世も3世も親がかなりの晩年にできた子ということになりますよね。そろそろ4世が主役になっていても不思議じゃない頃だとは思います。そしてもう一つ、最近のルパンのイメージとしてはどうしても初期シリーズや劇場版1作目のようなハードボイルド、もしくはカリオストロの城のようなロマン劇、この2つの大きな流れのどちらかを追いかけながらそこを越えようとしてもがいているように見えることがあります。でも当時の作り手たちは今大人である私たちが思ってる以上にずっと大人だったんじゃないかと思うんです。それは対象年齢の話ではなくて、私たちのように幼少期からアニメや特撮、ゲームで育った世代ではなく、戦前から戦後の混乱期の中で生身の人間同士がぶつかり合う現実に揉まれながら汗やタバコの煙に巻かれて大人になった世代。そんな人たちが作っていたからこそあのハードボイルドが無理なくにじみ出ていた。だからその表面だけをどれだけ綺麗な映像でなぞっても簡単には届かないんじゃないか、そんな気がします。実際昭和のルパンはもっと自由だったのでは。セカンドシリーズもパート3も風魔一族の陰謀も過去の成功にとらわれることなく、作り手が今面白いと思うものを良くも悪くも好き放題にやっていた気がします。ルパンという作品はとても作家性の出るコンテンツだからこそ、過去の名作に寄りかかるのではなく、すでに出来上がったルパン像すら一度壊してしまうくらいの勢いで今の時代に生きる新しい3世あるいは4世を自由に描いていく、そんなルパンも一度見てみたい。それが一ファンとしてのあくまで私の持論です。皆さんはどんなルパンが好きですか？このチャンネルではこうしたちょこっと懐かしいをテーマに動画を作っています。時代を感じる風景やあの頃の空気感を皆さんと共有できれば嬉しいです。もし気に入っていただけたらチャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。